解説。なぜグッドウィルハンティングは今も心を揺さぶるのか。感動の理由を徹底解説。ねえマリサ、今日はどんなお話を聞かせてくれるの？なんだか、心が温かくなるような、でも少し考えさせられるような、そんな話題がいいな。おう、レイム、いいところに気がついたぜ。今日はな、時代を超えて多くの人の心を掴んで離さない、とある名作映画についてじっくり語り明かそうと思ってるんだ。感動あり、学びありの、まさに人生の教科書とも言える映画だぜ。どんな映画なの？すごく気になる。もしかして、私も見たことあるかな？感動して涙が止まらなくなっちゃうような映画かな？それがだな。グッドウィルハンティング旅立ちって映画なんだぜ。1997年の作品だけど、今見ても全然古びない。むしろ心に深く響くメッセージが詰まってるんだ。レイムもきっと、ウィルやショーン先生たちの言葉に心を揺さぶられると思うぜ。グッドウィルハンティング。タイトルは聞いたことある気がするけど、詳しい内容は知らないかも。どんなお話なの？そして、どうしてそんなにたくさんの人に愛され続けてるんだろう？マリサ、私にわかりやすく教えてくれる？任せとけ。この映画の魅力は語り尽くせないが、今回は特に、なぜこの映画が今も私たちの心を揺さぶり続けるのか、その感動の理由を徹底的に解説していくぜ。あらすじから名シーン、そしてこの映画が現代に生きる俺たちに伝えたいメッセージまで、一緒に見ていこうぜ。時代を超えて愛される名作グッドウィルハンティングとは。映画のあらすじと主要登場人物紹介。ねえマリサ、グッドウィルハンティングって映画、知ってる？アカデミー賞も受賞した名作らしいんだけど、どんな映画なの？おう、レイム、知ってるぜ。グッドウィルハンティングは本当に素晴らしい映画なんだ。簡単なあらすじと主要な登場人物を紹介するぜ。わーい、教えて教えて。まず、主人公はウィル・ハンティング。マサチューセッツ工科大学、通称 MIT で清掃員として働いている青年なんだが、実は彼、とてつもない数学の才能を持っているんだ。でも、その才能を持て余して、問題ばかり起こしてるんだぜ。清掃員なのに数学の天才？なんだか意外な組み合わせだね。どうしてそんなに問題を起こしちゃうの？ウィルは複雑な家庭環境で育って、心に深い傷を負っているんだ。それが原因で、他人を信じられず、心を閉ざして反抗的な態度をとってしまうんだ。ある時、数学の問題をめぐって事件を起こして逮捕されそうになるんだが、そこで彼の才能を見抜いたのが、MIT の数学教授、ランボー教授だ。ランボー教授。彼も重要な人物なんだね。ランボー教授はウィルを助けてくれるの？ああ、ランボー教授はウィルの才能を惜しみ、ある条件を出すんだ。それは、数学の難問を解くことと、セラピーを受けること。そして、ウィルのセラピストとなったのが、ショーン・マグワイアという心理学者だ。ショーン先生か。予告編で見たことあるかも。ウィルとどう関わっていくんだろう？ショーン先生は、表面的な言動で他人を遠ざけようとするウィルに対して、根気強く、そして真正面から向き合うんだ。彼自身も過去に辛い経験をしていて、心の傷を抱えている。だからこそ、ウィルの心に寄り添い、彼が抱える問題の本質を見抜いていくことができるんだ。二人の魂のぶつかり合い、それがこの映画の核となる部分だぜ。ショーン先生もただのセラピストじゃなくて、彼自身も葛藤を抱えているんだね。他にも重要な登場人物はいる？ウィルの親友で、建設現場で働くチャッキーも重要な人物だ。ウィルの一番の理解者であり、彼の才能を信じ、応援している。そして、ウィルが恋をする大学生の女性、スカイラーも彼の心を開くきっかけとなる存在だ。彼らとの関わりを通して、ウィルは少しずつ変わっていくんだ。なるほど。天才だけど心に傷を抱えた青年が、様々な人との出会いを通して成長していく物語なんだね。すごく面白そう。ああ、まさにそうだぜ。才能、友情、恋愛、そしてトラウマとの対峙、様々な要素が丁寧に描かれていて、見る者の心に深く響くんだ。アカデミー賞で脚本賞と助演男優賞を受賞したのも納得だろ？
公開当時の評価と受賞歴。あらすじを聞いただけでも面白そうだね。この映画、公開された当時はどんな評価だったの？すごく話題になったんじゃない？おう、それがな、まさに大絶賛だったんだぜ。批評家たちからは脚本の素晴らしさ、俳優たちの演技、そして心に響くテーマが高く評価されたんだ。特に、当時まだ若手だったマット・デイモンとベン・アフレックが書いた脚本は、すごく新鮮でリアリティがあるって言われたんだぜ。脚本を書いたのが主演のマット・デイモンとベン・アフレックなんだ。それはすごい。興行成績も良かったの？ああ、世界中で大ヒットを記録したんだ。地味なテーマに見えるかもしれないが、多くの観客の心を掴んだんだな。そして、やっぱり特筆すべきはその受賞歴だぜ。受賞歴？やっぱりアカデミー賞とか取ってるの？もちろんだ。第70回アカデミー賞で、なんと9部門にノミネートされて、見事に部門を受賞したんだ。マット・デイモンとベン・アフレックがオリジナル脚本賞を、そしてショーン先生を演じたロビン・ウィリアムズが助演男優賞を獲得したんだぜ。おお、脚本賞とロビン・ウィリアムズが助演男優賞。あの感動的な演技が評価されたんだね。そうだ。特にロビン・ウィリアムズにとっては、これが初の、そして唯一のオスカー受賞となったんだ。彼のキャリアの中でも間違いなく最高の演技の一つと言われてるぜ。アカデミー賞以外でも、ゴールデングローブ賞とか、いろいろな賞を受賞してるんだぜ。単なる人気作じゃなくて、ちゃんとした評価も受けて、しかも名優のオスカー受賞作になったんだね。そういうことだ。だからこそ、今もなお多くの人に語り継がれる名作として、その輝きを失ってないんだぜ。なぜ今、改めてこの映画が注目されるのか。ずいぶん前に公開されたのに、今も注目されてるってすごいね。どうしてこの映画は、今改めて多くの人に響くんだろう？それはな、テーマが普遍的で、現代にも通じるものがあるからだぜ。主人公ウィルが抱える心の傷やトラウマ、それとどう向き合うかっていう部分。現代はメンタルヘルスへの意識が高いだろ？この映画は、心の闇を抱えた人間が、他者との関わりで癒され、成長する様を描いてる。だから、生きづらさを感じる人なんかに特に響くんだ。心の傷とか、自分と向き合うことの大切さね。ああ、自分の才能や居場所を見つけること。社会の期待と自分の気持ちのギャップに悩む姿。これは若い世代にも共通する悩みだ。この映画は、自分らしさって、どう生きたいって問い直すきっかけになる。自分の居場所や、やりたいことか。大人になっても悩むよね。そうだろ？あとは、人とのつながりの重要性だ。ショーン先生や親友たちとの絆を通して、ウィルは信頼できる相手と出会い、支えられる。現代は気軽に繋がれるようで、深い人間関係が希薄と言われることもある。だからこそ、この映画の魂のぶつかり合いみたいな本物のつながりが、より尊く響くのかもしれない。そういうつながりは大切だよね。ああ、普遍的なテーマと、現代社会の問題にも通じるメッセージがあるからこそ、今も色褪せず、多くの人の心を揺さぶり続けてるんだぜ。グッドウィル・ハンティングが心を揺さぶる3つの理由。主人公ウィルの抱えるトラウマと成長の物語。なるほど、現代にも通じる普遍的なテーマがあるからこそ、今も響くんだね。じゃあ、具体的にどんなところが私たちの心を揺さぶるのか、理由を教えてくれる？まずは、主人公ウィルの物語からかな？そうだぜ。理由の一つ目は、ウィルが抱える深いトラウマと、そこからの成長物語だ。彼は驚異的な才能を持つが、悲惨な幼少期の虐待による深い心の傷がある。虐待。それが彼の性格にどう影響してるの？そのトラウマが、ウィルを攻撃的にし、他者を信じられない人間にしている。人との深い関わりを避け、弱さを見せないために皮肉や反抗的な態度で壁を作るんだ。才能があっても、心の傷が可能性を閉ざしてる。才能があるのに、自分から閉ざしてしまうなんて。辛いね。そんなウィルがショーン先生と出会い、粘り強いセラピーで過去と向き合い始める。最初は反発するが、ショーン先生の温かい言葉に心が溶かされていくんだ。
ショーン先生とのセッションが重要なんだね。どんな風に成長するの？対話の中で、自分がどれだけ傷ついていたか、その傷が今の自分を作っていることに気づく。感情を認め、過去を乗り越える難しさ、そして解放される希望を見出していく。これは単なる構成物語じゃなく、傷を乗り越え本当の自分を取り戻す普遍的な成長のプロセスだぜ。過去と向き合って、受け入れていく過程なんだ。それが心を揺さぶる理由なんだね。その通りだ。ウィルの葛藤や苦悩、そして少しずつでも前に進む姿は、見る者に深い共感と感動を与える。彼の成長は、どんな深い傷があっても、人間は変われる。前に進めるっていう希望を見せてくれるんだよ。天才ウィルと精神分析医ショーンの魂の交流。ウィルの成長にはショーン先生との出会いが欠かせないんだね。二人の関係って、普通の患者さんとお医者さんとは違う特別なものに見えるけど、まさにそこが、この映画の核であり、最も心を揺さぶる理由の一つだぜ。天才だが心を閉ざしたウィルと、人生経験豊富な精神分析医ショーン。最初は激しくぶつかり合う。ウィルは言葉巧みに挑発し、ショーン先生の専門知識や過去を攻撃するんだ。手強い患者さんだなぁ。ショーン先生はどう対応するの？ショーン先生は挑発に乗らず、攻撃の裏にある心の叫びを聞こうとする。他のセラキストと違って、知識だけでなく、自分自身の人生経験、成功も失敗も含めて、ウィルに真摯に向き合うんだ。君のせいじゃないのセリフ。あれこそ魂と魂の対話だろ？あのシーンはすごく印象に残ってる。ショーン先生の言葉には、知識だけじゃない重みがあるっていうか。そうだろ。ショーン先生も妻を亡くした悲しみや、人生の苦悩を経験している。だからウィルの心の痛みや孤独を理解し共感できる。彼はウィルに正解を教えず、君はどうしたい？と問いかけ続ける。ウィルもショーン先生の人間性に触れ、心を許し、弱さや本音を見せるようになる。お互いが影響を与え合って、成長していくんだね。その通りだ。これは治療者と患者の関係を超え、指定、あるいはそれ以上の深いつながりなんだ。二人の間に流れる、偽りのない、剥き出しの魂の交流こそが、見る者の心を強く掴んで離さないんだぜ。心に響く名言と名シーンの数々。ウィルとショーン先生の交流、すごくグッとくるね。この映画って、他にも心に残るセリフやシーンが多いイメージがあるけど、そうだぜ。グッドウィルハンティングは、心に突き刺さる名言や、忘れられない名シーンの宝庫だ。これが長く愛される理由の一つだな。やっぱり、特にどんなところが印象的なの？一番有名なのは、ショーン先生がウィルに繰り返し言う。君のせいじゃないだろう。あのシーン、ウィルが泣き崩れるところ、感動的で、こっちまで泣けてきたよ。あれは鳥肌ものだぜ。ウィルが抱えていた心の傷を、ショーン先生が受け止め否定した瞬間だ。あの言葉で、ウィルは自分を許し、過去から解放される一歩を踏み出せた。魂の解放の言葉だよ。あのセリフの力ってすごいな。他にもある？それから、ウィルの親友チャッキーが、ウィルの才能を心から信じ、彼に新しい人生を歩んでほしいと願って投げかける言葉も印象的だ。お前は当たりの宝くじを持っているのに現金にするのを怖がっているんだ。お前は俺たちとは違う。時間を無駄にするな。もしお前が20年後も工事現場でなんか働いてやがったら、俺がぶっ殺してやる。といった内容のセリフは、チャッキーの友情の深さと、ウィルの将来を思う気持ちが痛いほど伝わってくる名言だ。チャッキー、なんて良い友達なのかしら。自分のことよりも、ウィルの幸せを願っているのね。あと、ラスト近くでショーン先生が、君は選びたいものを自由に選べるって、伝えるシーンも心に残る。ウィルが初めて他者の評価じゃなく自分の心の声に従って、人生を選び取る勇気を持つんだ。自由と自己決定の重みを教えてくれる。だろ？他にも親友チャッキーのセリフとか、ウィルが恋人に心を開くシーンとか、あげればキリがない。こうした名言、名シーンが重なり合って、見る者に深い感動と人生について考えるきっかけを与えてくれるんだぜ。
現代社会に生きる私たちへのメッセージ。本当の自分と向き合うことの大切さ。この映画が今も心をつかむ理由、わかった気がする。ウィルとショーン先生、名言。どれも響くね。じゃあ、現代社会の私たちに伝えたいメッセージって？まずは、本当の自分と向き合うことの大切さについて聞かせてくれる？おう、そうだぜ。強く訴えかけるメッセージの一つは、まさに本当の自分と向き合うことの大切さだ。主人公ウィルは驚異的な才能を持っていたが、過去のトラウマと傷で本当の自分を隠し、心を閉ざしていたんだ。才能があるのに、自分を隠しちゃうんだ。どうして？過去の虐待や裏切りで、自分に価値がないという自己否定を抱えていたからだ。傷を見せまいと皮肉で武装し、他人との関わりを避けていた。弱さや、傷ついた自分を見せたくなかったんだろう。自己否定。辛いね。でも、ショーン先生との出会いで、変わるんだよね？ああ、ショーン先生とのセラピーで、ウィルは自分がどれだけ傷ついていたか、その傷が今の自分を作っていることを突きつけられる。最初は抵抗するが、ショーン先生の愛情に触れ、自分の内にある痛みや弱さ、トラウマと向き合う勇気を持つんだ。君のせいじゃないって言われた時のように、自分を許していく過程なんだね。そうだ。不完全さや過去の辛い経験も含め、それが自分自身であることを認めていく。ショーン先生は完璧じゃなくていい、君はすごいと語りかける。現代は SNS で他人の良い部分ばかり見て、自分と比較しがちだろ？周りと比較して、自分はダメだって思っちゃうこと、あるかも。そんな時代だからこそ、完璧じゃなくてもいい。自分の弱さも含めて自分自身を認めることの大切さはより響く。ウィルが過去と向き合い自分を受け入れたことで才能を活かせたように、私たちも本当の自分と向き合うことで、新しい一歩を踏み出す勇気をもらえるんだぜ。人とのつながりの重要性と信頼関係の構築。本当の自分と向き合うことの大切さ、響いたよ。この映画は、人とのつながりや信頼関係の大切さも、私たちに教えてくれる気がするけど、どうかな？ああ、そうだぜ。ウィルは過去の傷から他人を全く信じられず、心の壁を作り人との深い関わりを避けてた。才能をひけらかしたり皮肉を言ったりして、近づく相手を遠ざけてたんだ。傷つくのが怖いから、壁を作っちゃうんだね。親友とも心の奥底では繋がれていなかったのかな？友達との絆はあったが、ウィルの最も深い苦しみには触れられなかった。ウィル自身が見せなかったからな。そんなウィルが心を開き、信頼関係を築けたのがショーン先生だ。ショーン先生との出会いが決定的だったんだね。ショーン先生はウィルの反発にもめげず、言葉の裏にある本心を聞こうとした。一方的に教えず、自身の経験や弱さもさらけ出し人間として向き合った。時間をかけ、心を通わせる対話を通して、信頼関係を築いていったんだ。お互いに心を開いて、弱さも見せ合うことで、信頼が生まれるんだ。そうだぜ。信頼関係は、偽りのない自分を見せ合い、受け入れ合うことから生まれる。ウィルはショーン先生という信頼できる相手ができたことで、自分の弱さやトラウマを認め、過去を乗り越える勇気を持てた。恋人のスカイラーとの関係も、ショーン先生とのセッションを経て心を開けるようになったんだ。人に心を開くって怖いことだけど、大切なんだね。まさにそうだぜ。現代は気軽に繋がれるようで、深い信頼関係が難しい時代だ。この映画は、傷つくことを恐れず人とのつながりを求め、信頼関係を築くことが、自分を救い人生を豊かにしてくれると教えてくれる。ウィルが最後にスカイラーの元へ旅立つのも、人とのつながりを選んだ証拠だ。過去を乗り越え未来へ踏み出す勇気。前の話で、ウィルが過去の傷と向き合い、人とのつながりで変われたって聞いたけど、過去を乗り越えて未来に進むって、具体的にどういうことなんだろう？誰にでも辛い過去はあると思うんだけど、そこからどうやって前に進む勇気を持つんだろうね。そうだぜ。ウィルは虐待という壮絶な過去を背負っていた。そのせいで自分自身を深く傷つけ、未来を閉ざしていたんだ。だが、ショーン先生との魂の対話を通じて、君のせいじゃないという言葉を受け止め、
少しずつ過去の痛みと向き合い、自分を許せるようになった。自分を許すことが、未来へ踏み出す第一歩なんだね。まさにそうだ。過去の自分を受け入れることで、彼は初めて自分の才能を、他人の期待のためではなく、自分のために使うことを考えられるようになった。乱暴教授や社会が期待する輝かしい未来ではなく、彼自身の心の声に従った未来を選んだんだ。それが、ラストシーンでスカイラーの元へ旅立つ姿に現れてるのかな。そうだぜ。安定した大学の職を断り、愛する人の元へ、自分の意志で車を走らせる。あの姿は、過去の自分にとらわれず、自分の幸せのために未来へ踏み出す。彼の強い意志と勇気の表れだ。それは見る私たちにも、過去は変えられないが、未来は自分の意志で切り開けるという希望を与えてくれる。過去の傷が完全に消えるわけじゃなくても、それを抱えたまま、自分の力で未来を選んでいいんだって教えてくれるんだ。そうだ。誰にでも後悔や辛い過去はある。それにとらわれて立ち止まるか、それを受け止めて未来へ一歩踏み出すかは、自分自身の勇気にかかっている。この映画は、その一歩を踏み出すことの尊さ、そして未来は自分の手で掴み取るものだという力強いメッセージを、私たちに送っているんだぜ。自分の人生のハンドルを握ることの大切さを教えてくれるんだ。総評またはまとめ。さて、今日は、グッドウィルハンティングについて色々話してきたけど、改めてこの映画の魅力をまとめると、どんな感じかな？そうだな。この映画は、天才ウィルの才能だけでなく、彼の心の成長、そして何よりも精神分析医ショーン先生との魂の交流を描いてるんだ。ウィルが過去の傷と向き合い、本当の自分を受け入れていく姿には、感動したよ。ああ、君のせいじゃないって言葉も心に残ったぜ。人とのつながりや信頼関係がいかに大切か、そして過去を乗り越えて未来へ踏み出す勇気をくれる、そんな普遍的なテーマが詰まるんだ。知識や才能だけじゃなく、心で感じて、人と関わって成長することの大切さも伝わってきたね。まさに、だからこそ、時代が変わっても多くの人に響く名作なんだぜ。自分と向き合い、人生を選ぶこと、その勇気を与えてくれる、素晴らしい映画だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。